はい、セリカさんです。今回はクリアカラーガンプラに裏側シルバー塗装をした動画の要点をまとめていきます。それぞれ個別に動画になっていますが、この動画で分かりやすくまとめていきます。それでは早速見ていきましょう。パーツの裏側に塗装していくので、表面に塗料がつかないようにマスキングしていきます。表面が隠れればいいので、雑にテープを切って貼っていきます。テープをしっかりパーツの形状に合わせるかどうかで性格が出そうですね。塗料はプレミアムミラークロームを使いましたが、ここまで値段が高い塗料は初めてなので、正直ビビりながら塗装しました。希釈は最初からされていて、そのままエアブラシに入れて使えます。塗料を少しも無駄にしたくなかったので、合計 0.3mm のエアブラシを使ってなるべくパーツに近づけて作業しました。吹き付けた後も鏡みたいになりますが、乾燥した後の方がもっと綺麗になります。なので一度吹き付けた後は乾燥させて様子を見てから重ね塗りを検討した方がいいです。次に蛍光塗料でブラックライトに反応しなかったパーツを塗装していきます。今回使う蛍光塗料はクリア系なので、ミラークロームの上に塗装した場合もついでに実験していきます。さっきの作業でパーツの裏側にミラークロームが塗装されているので、そのまま全体を塗装していきます。こちらは蛍光イエローで塗装したパーツです。ミラークロームの上から塗装することで金属のような雰囲気が出ています。あと青と赤のパーツも同時に表示しておくので、じっくり見たい人は一時停止してください。クリア系塗料なら同じようにできるので、いろいろ試してみるのも面白そうです。ちなみにブラックライトを当てるとこんな感じに発光します。当たり前ですが、元のパーツと比べたら全然違いますね。一例として青を表示していますが、他のも同じような感じです。今回はエアブラシなのでパーツ一個一個やってもよかったのですが、面倒だったのである程度組み立てた状態でやりました。それでは完成品を見てみましょう。仮組みと比較してみると、ミラークロームをパーツの裏に塗装したおかげで外装パーツの色のままメッキ感が出るようになりました。正直撮影用ライトをめちゃめちゃ反射するので、撮影するのがすごく難しかったです。映像では一番反射しなかった角度で撮影していますが、それでもこれだけ反射しているのはすごいですね。ブラックライトを当てるとこんな感じに発光します。確かに全体的に発光するようになったのですが、普通に明るいだけな感じがしますね。実は初めて全体的に蛍光塗料を塗装したのですが、あんまり自分好みではなかったです。いつも通り墨入れなどピンポイントで使うのが良さそうですね。広い可動域を生かしてビームライフルを両手で持つこともできます。映像だと左手が隠れていますが、グリップ部分をしっかり持つことができています。武装はビームサーベルも付属しています。またバランスを取るのが大変ですが、頑張れば膝を地面につけないでこんなポーズもできます。割とバランスがいいので、ターンテーブルを動かしても転ぶことはありませんでした。ガンダムマーカーで直接塗装したのですが、映像のような広い範囲の平べったいパーツの塗装は筆跡をきれいにすることが難しかったです。なのでガンダムマーカーエアブラシを買って塗装することにしました。ここでは詳しい接続方法や使い方などは説明しませんが、これ一式でガンダムマーカーを使って塗装できるようになります。このエアブラシの使い心地を先に言っておくと、これで全塗装とかはおすすめしませんが、部分的に軽く塗装するには非常に便利な道具でした。それじゃあ実際に塗装していきましょう。実際にやってみるとしっかり塗料が出てパーツに綺麗に乗ってくれるので、普通のエアブラシ塗装ぐらいの感覚で使えました。こんなにお手軽にここまで綺麗にできるんだったら、いっそメイン機材で使っていいかなぐらいに思いました。けど実際に使っていくうちに現実が見えてきて面倒なことが気になりました。ちなみに塗装し終わったパーツはこちらになります。1回目の塗装後に1時間ほど乾燥させてからもう一度重ね塗りをしています。ガンダムマーカーでここまで塗装できるのは本当に感動したんですが、それでもメイン機材にできない理由をここから紹介していきます。塗装しているうちにエアー管が冷えて、エアブラシから圧力が急に安定しなくなることがあります。これがパーツ5個ぐらい塗装したらキンキンに冷えてやがるになって、復活させるには手で温めるか常温になるまで30分ぐらい待たないといけません。全部のパーツをやろうとするととてもじゃないけど効率が悪かったです。
ガンダムマーカーなのでペン先を押してインクをある程度出した状態でエアブラシにセットする必要があります。塗装しているうちにインクがペンからなくなるので再度インクを出す作業が必要になります。これがパーツ 1,2 個ぐらい塗装したらこの作業が必要になるのでめちゃくちゃ面倒でした。ここからはガンダムマーカーやブラシで塗装した時にはみ出た部分を落としていきます。ティッシュに除菌用アルコールを含ませてはみ出た塗料をこすれば取れていきます。今だったらコロナ対策で家に置いてあると思うのでそれを使えばいいです。持ってないんだったらコロナ対策も兼ねて薬局に買いに行きましょう。最後に紫のパーツだけ光沢のトップコートをします。コンパウンドで磨いた白のクリアパーツとの光沢感の違いを出す目的でこの作業をしました。面倒だったのでスプレーでやりましたが、本当はエアブラシのトップコートでやった方が塗料の節約になります。それじゃああとは組み立てて完成です。素組みと比較するとこのようになります。このキットは部分塗装する箇所も少ないので素組みでほとんど完成されています。ベギルベウ自体が特殊な形状なのでむしろ透けている方が似合ってるかもしれませんね。ブラックライトを当てると白のクリアパーツが反応してくれます。これはこれでベギルベウの形状も相まって面白い見た目となっています。両手にはベイオネットを装備させることができます。サーベル部分も付属していますが、これはブラックライトには反応しませんでした。関節の可動域ですが二重関節ではないので HG 相応といった感じです。普通のポージングさせる分には問題はありませんが、無理に曲げると壊れるので気をつけましょう。ノンキネティックポットを外してケーブルで固定することもできます。浮かせるための台座も付属していますが、なぜか1個しかありません。そのため2個浮かせようと思うとアクションベースなど台座をもう1個用意する必要があります。ミラークロームの塗装をする前にパーツの表面にマスキングをしておきます。パーツの裏側を塗装するのでマスキングしなくても大丈夫ですが、何があるかわからないので念のためやっておきました。それにパーツの表面にマスキングテープを貼るだけの簡単作業なのでやっておくに越したことはないです。マスキングをしたらミラークロームを塗装していきます。この塗料は最初から希釈されているのでエアブラシですぐに使えるようになっている点も便利です。エアブラシは口径 0.3mm のものを使っていますが、特に問題なく塗装できています。隠蔽力も強くすぐに色が変わるので1回目でしっかり塗装して終わらせています。塗装が終わったらマスキングを剥がして確認してみます。パーツの内側を塗装すると内側のディティールが浮いたように見えるのが面白いですね。普通のガンプラだとこういうことはできないので、こういった遊びができるのもクリアカラーガンプラの一つです。この後は2日ぐらい乾燥させてからクリアレッドでさらに塗装していきます。実験が終わったのでクリアレッドをパーツに塗装していきます。ミラークロームはパーツの裏側だけでしたが、このクリアレッドはパーツ全体を塗装します。クリア系塗料を塗装する時の難しいところは他のパーツと色味を一緒にしないといけないところです。一つのパーツを塗装してそれを基準にして見比べながら塗装しました。濃い見た目に塗装すればそこまで違いはわからないので、自分の場合は濃いめにしちゃってます。左がクリアレッド塗装前のパーツで、右がクリアレッドを塗装したパーツです。カメラ越しなので分かりにくいですが、元のパーツがオレンジっぽい色だったのに対してクリアレッドで塗装した方はしっかり色が変わっています。濃いめに塗装したのですが、内側のディティールがくっきりしたような印象になりました。こんな感じで全部のパーツをクリアレッドで塗装しました。2日間乾燥させたら最後に光沢クリアを塗装します。いつもは組み立てた最後にこの作業をしているのですが、今回はしっかりやるためにパーツ一つ一つに塗装していきました。余談ですが、2日間乾燥させているのはゲームをしてガンプラ製作をサボっていただけなので、1日乾燥させたら十分です。内部フレームの塗装が終わったら外装パーツを組み立てて完成です。パーツの内側も塗装しててパーツを組み立てるのがきつい箇所とかもあったので、力マクセに入れてパーツを折らないように注意しながら作業しました。それでは完成品を見てみましょう。メカニカルコアメッキのサザビーを見た記憶を頼りに塗装したのですが、大体こんな感じだったような気がします。もちろん比較したら違うとは思いますが、ガンプラと塗料の合計で約7000円ぐらいなのでかなり安くできたと思えば満足です。塗装する手間暇もありますが、それも含めてプラモ作りなので気にはならなかったです。武装はビームショットライフルの他にもビームサーベルとビームトマホークのエフェクトパーツがあるのですが、なくしちゃいました。捨てた記憶とかないですが、時間が経つとなぜかパーツがなくなる現象は何なんですかね。よかったら皆さん
さんのエフェクトパーツの管理方法を教えてください。最後にファンネルをウェポンディスプレイベースで固定できるのか確認してみます。これは水星の魔女シリーズのガンビットを飾る目的なのですが、ファンネルにも使えそうなのでやってみました。軸の太さが同じぐらいなのでファンネルを固定できました。奥まで入れると取るときに硬そうなので半分ぐらいだけ差し込みましたが、それでもしっかり固定できます。ただ実際に飾ってみるとサザビーのサイズが大きいので微妙な感じになりました。支柱の長さが HG のエアリアルに合うような長さなので、同じ144分の1でもサザビーには合わない感じです。サザビーの頭ぐらいまである長い支柱があれば印象が違ったと思います。大きなパーツはエアブラシを使って、小さなパーツは筆で塗装していきます。水性塗料を初めてエアブラシで塗装したのですが、塗料が弾かれるような感じでラッカー塗料とは全然違いました。何回も薄く塗装して乾燥させてを繰り返して徐々に発色を良くしていくようなやり方に自然となりました。このパーツは6回ほど重ね塗りをしています。ラッカー塗料とは違った色のつき方だったので作業していて楽しかったです。小さいパーツは筆で瓶から直接塗料を取って塗りました。エアブラシだと細かいところに塗料が入りにくいので、小さいパーツは筆でやった方が作業しやすかったです。筆の洗浄方法はキッチン用マジックリンで筆を洗ってから最後に水をつけてきれいにしていきます。マジックリンに筆を入れるとどんな悪影響があるのかわからないので、なるべく安い筆を使っています。塗装が終わったら塗料がはみ出た部分をきれいにしていきます。やり方は綿棒にキッチン用マジックリンを含ませてこするだけです。簡単に塗料が取れる分すぐに綿棒が汚れるので、汚れたらすぐに新しい綿棒に交換した方がきれいにできます。こんな感じでクリアパーツの裏側を塗装していきました。デカールを貼り終えたら最後に組み立てて完成です。内部フレームを塗装すると組み付け部分が硬くなるのが難点ですね。マスキングすればいいだけなのですが面倒なのでいつもそのままやっています。それでは完成品を見てみましょう。素組みと完成品を比較してみます。 RG は素組みの時点でも十分かっこいいので、裏側塗装をすることで雰囲気を変化させたといった具合になりました。コンパウンドをしたことで光沢感が増して、裏側塗装との相乗効果が出ている感じがします。ニューガンダムが2体あるので、どうせだったらダブルフィンファンネルにしてみます。やり方は簡単で、フィンファンネルの並びを逆転させるだけです。最初は専用のフィンファンネルが必要かと思いましたが、普通に左右逆の状態で連結できました。反対側に取り付ける部分は最初から入っていたので、それに組み付けて完成です。左右にフィンファンネルがあるだけでかなり迫力が増します。今回は別物を使用しているので左右で見た目が違いますが、それが後付けでファンネルを取り付けたような感じがしますね。ファンネルを展開した状態で固定する台座があればよかったのですが、今回はないのでいつか買っていっぱい展開させたいです。次にヘビーウェポンシステムを取り付けていきます。このニューガンダムはヘビーウェポンシステムのパーツを取り付けた状態で飾るので、これで当初の目的が達成されます。ずっと箱の中で保管していたので出してあげることができてよかったです。どうせなので全部乗せにしてみました。ここまで来るとポージングさせるのもなかなか難しかったです。特にハイメガシールドが後ろのファンネルに干渉するので全然腕が上がらなかったです。こんなでかいシールドを持ち上げても腕が垂れてこないので、この装備ありきの保持力なんでしょうね。個人的にはハイパーメガライフルがお気に入りです。こういう大きめのライフルはなんか強そうって見た目がロマンが感じられて好きです。ここからは実際にパーツを塗装していきます。さっきのテストピースとは違ってパーツが小さいので、それに合わせてラップも作業しやすいように形状を整えます。映像のように小さく丸めたラップをマスキングテープなので形状を固定します。テープは何でもいいですが、どうせ捨てるので安物を使った方がいいです。ラップができたらあとは実験の時と同じ手順です。紙コップに塗料を出して、その塗料をラップで取ります。手でやってもいいですが、ラップの大きさを考えたらピンセットを使った方が作業しやすいです。あとはパーツの裏面に塗装していくだけなので、自分の好きなように作業してください。気をつける点はパーツの表面に塗料がつかないように注意することぐらいです。撮影し忘れたのですが、パーツの表面についた塗料はマジックリンで落とせるので、もし塗料がついたらそれで綺麗にしてください。それと一番面倒な点ですが、この塗料は乾燥が早いので、紙コップに塗料を取り出す作業が頻繁にあります。だいたいパーツ4個につき1回の割合で塗料を取り出していたので、ベランダなどの近くで作業した方がいいです。ラップが入らないパーツは筆で塗装しました。完璧に塗るというより雑に塗って塗装の隙間ができるよ
ようにしています。筆を雑に動かすだけなので難しいことは全くしてないです。このようにして全部のクリアパーツを塗装しました。筆の洗浄はマジックリンと水できれいにします。あまり長時間洗わないで作業していると塗料が落ちにくくなるのでこまめに洗浄した方がいいです。もし筆がダメになるのが心配なら100均の筆を使って作業してください。映像の筆も100均の商品ですがこれくらいなら普通に塗装できます。次にブラックを塗装していきます。シルバーの時と違って裏面を全部塗りつぶしていきます。ブラックなだけあって隠蔽力は強いため厚めに塗装すれば1回で終わります。筆ムラとかも気にする必要はないので思いっきりやりましょう。また筆の洗浄はさっきと同じ要領でできます。単純なパーツは表面をマスキングしてから段ボールに貼ってスプレーで一気に塗装しちゃいます。特に MG グフは形状が単純で大きめのパーツが多いのでこの方法だと楽にできます。あとはスプレーで塗装するだけなので特に説明することはないです。裏面がブラックになれば何でもいいので気楽に作業しましょう。これらの塗装が終わったら1日乾燥させます。乾燥が終わったらマスキングテープを剥がして確認します。実は初めてクリアカラーにラップ塗装をやるのでどうなるのか緊張しましたがいい感じにできたので良かったです。副次効果ですが裏面に塗装したことで裏面のディティールも浮かび上がって見えています。あとは全部のパーツを確認してから最後に組み立てとトップコートをしていきます。トップコートをする前にある程度部位ごとに組み立てておきます。こうした方が楽なのでだいたいこのようにしています。部位ごとに組み立てたらトップコートをします。トップコートは光沢クリアを使いました。半光沢や艶消しだと曇ってせっかくのラップ塗装が見えなくなるので気をつけてください。エアブラシでやっていますがスプレータイプを使っても大丈夫です。この作業の時は夜で外がめちゃくちゃ寒かったのでエアブラシでやりました。トップコートが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。パーツ裏面にラップ塗装をしたらこのような見た目になりました。これまでに色々なクリアパーツの裏面にシルバーだけを塗装してましたがそれと比べたらかなり独特な印象です。あとピンやダボ穴があまり目立たなくなったような気がします。もともとこのガンプラはダボ穴やピンが少なめですがシルバーとブラックがごちゃごちゃしているおかげで見えにくくなったようです。グフにはヒートロッドも付属しているのでそれもシルバースプレーで塗装しました。もともとはブラックっぽい暗い色でしたが明るい色にしたかったのでスプレーで簡単に塗装しました。カインズには今回使った色以外にも色々と販売されているので好きな色で塗装を楽しんでください。またこのスプレーを使った他の動画もあるのでコメント欄にリンクを載せておきます。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではガンプラで色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。